激セマ水産です。お世話になっております。ということで本日はね、お久しぶりのノーカットということでやらせていただこうと思うんですけれども、今日ねカットしていこうと思うフィッシュがこちら、アヤメエビスという魚ですね。ご存知ですか皆さん、このアヤメエビス。自分はね初めて見ました。全く知らない魚でございました。結構ね南方の方で取れる魚らしいんですけれども、本日はねこちらのアヤメエビス、初めて見たお魚を姿作りにしていただきたいなと思っております。というわけでね、まずはこちらアヤメエビス、相当ね鱗が硬いらしいんで、鱗を引いていくところからやっちゃいたいと思います。カメラこの辺にしちゃって、このぐらいかな。はい、まな板がちょっと邪魔になりますね。このぐらいでいいでしょう。はい、ということでこちら相当アヤメエビス、鱗が硬いらしいんですよね。いつものように水を流しながらやっていくんですけども、結構トゲがね鋭いんで、本来だったら軍手とかしながらやった方がいいかもしれないです。鱗買ってノーカットの何がきついって、この鱗ガリガリやってる最中に喋ることがなくなるっていうところがノーカット動画の一番きついところなんですよ。にもかかわらず鱗が硬すぎて引けない。どうする？いや、これなんか最近ずっとノーカット動画やってなかったと思うんですけど、理由の一つとしてノーカット動画ってどうしても尺が伸びがちなんですよね。自分動画大体10分程度に収めるようにしてるんですけど、ノーカット動画でね10分以内に収まるっていうと、よっぽど手慣れた魚とかじゃないとね10分以内で収まらないんですよ。にもかかわらずね、こんな初めて挑戦する魚、いやマジでこんな鱗硬いことある？半端じゃない鱗硬い。これマジでトゲトゲがすごいんで、力任せにね鱗ガリガリ描いてると、このトゲとかでね手をジャキッとね切っちゃったりする可能性があるんで、いやこれ取っかかりがきついな。どっか1箇所剥がれればねそこから剥がれるんですけど、鱗剥がすだけでこんなタイムロスをするわけにはいかねえ。タイムイズマネー。しかもね、実は今このノーカット動画、別の撮影をやってる最中の待ち時間が発生したので、その待ち時間の間ね、ノーカットだったらねもうこうやって放送する分しか撮影できないんで、撮影の時間自体は短いだろうということでね、2本撮りでちょっと無茶な感じで挑戦をしております。同時進行でね今別の撮影もしてます。ということで、おおむね鱗はなんとか取れてきましたね。やばいな、鱗かきだけでこんなに苦労するって。なんかね、いつも魚初めて見るやつとかね、珍しい魚、坊主こんにゃくさんというねサイトで体験させていただくんですけれども、とにかくこの鱗が硬くて扱いづらいっていうところがあんまりこの魚をね食用として流通させない理由の一つらしいんですけれども、うなずけますね。めちゃめちゃ買ってよ鱗。はい、ということで、では痛い、ちょっと痛い、血は出てなさそうですね。大丈夫そうです。はい、おおむね鱗はなんとかかけました。いやもうワンチャンこれ鱗かきだけでこの動画の半分占めてんじゃねえかって勢いですね。じゃあ鱗はね無事かけましたので、キッチンペーパーを取って水気を取っていっちゃいましょう。はい、では隣に用意しましたまな板、すいません、今の音ちょっとなんか後で編集でなんとかできないかな。はい、ということでこちらまな板に今鱗をかき終わりました。アヤメエビスですね、上がりましたので、今回姿作りということで、まずはねこちらのエラ綿から抜いていっちゃいましょう。よいしょ。いやーやべえな、なんか緊張するわ。やっぱノーカット動画って緊張しますね。喋り噛んでも調理失敗してもね、もう動画自体成立怖い、成立しなくなっちゃうんで、もういかに今自分が緊張しているかっていうことがね伝わるかと思います。よいしょ。胸びれのとこ買った。ちょっとここ逆さにしないといけないかもしれん。いけた。よし。はい、じゃあ改めましてこちらのエラと綿を抜いていっちゃいましょう。
すんげえね、えらぶたのところがトゲトゲしてますね。すげえ刺さりやすいので、刺さないようにね気をつけながらやっていっちゃいましょう。いやー、今めっちゃ俺喋りしどろもどろになってるのを自分で感じるな。正直やっぱりね、魚さばきながら喋るって2年以上やって思いますけど、難しいですよ。なかなかね、喋りと魚さばき両立するって簡単なことじゃないですよね。はい、ということで今エラ綿が外せましたので、こちらを水洗いしていっちゃいます。まな板をね斜めにしちゃって、こういう感じでたまにねノーカットやると、いつもねカットされちゃってるこの激狭水産がいかに苦労しながら魚やってるかっていうところがねお見せできるかなと思うので、そこについてはねちょっとやっぱりノーカットも定期的にはやっていきたいなと思うんですよね。ただね、もともと自分が動画10分ぐらいの尺に収めたい理由っていうのが、なんていうんだろう、見やすさとかっていうよりも、むしろね、なんかデータ的に見てると10分ぐらいのやつよりもちょっと20分近い動画とかの方が割と YouTube 的におすすめされやすいのかなっていう感じあるんですけど、それでもね動画をどうしても10分ぐらいに収めたい理由っていうのが字幕なんですよね。もうこの喋ってることずっと字幕にしなくちゃいけないんで、もうその字幕作業が一番大変なんですよ。なので10分以上の動画になっちゃうと、字幕作業でね自分が死ぬっていうところで、死なないんですけれどもね、ごめんなさい、死ぬっていうのはね言っちゃいけない言葉だったかもしれません。はい、というところで普段ねノーカット動画をあんまり最近やらなくなったというところがありますね。はい、でこちらで今エラ綿が取り除けてきれいに水洗いもできました。はい、しっかりね汁気も拭き取っていっちゃいましょう。はい、ではそうしましたらこちらまな板をねしっかりと拭いちゃって水気を取って、よいしょ。はい、じゃあここから姿作りということでさばいていこうと思うんですけれども、鱗がちょっとやっぱ取りきれてないな。マジで硬い。はい、でこの辺からこうサクッと入れちゃいまして、鱗飛び散るー。はい、後ろ側も向けちゃいまして、よいしょ。でもただね、鱗さえ描いちゃえばすごくね構造的にはシンプルな小さめのお魚でございますので、ちょっとここはね大名みたいな感じでいっちゃっていいんじゃないでしょうか。上から押さえて、よいしょ。はい、じゃあねこちらでね片身は取れました。なんかね密質いい感じですね。密質いい感じですねとかやってるのがね結構時間食うんですよ。あんまりこういうのやらない方がねノーカットの時はいいですね。サクサクと淡々と作業だけを進めていきましょう。よいしょ。しかもな、今時間的にねいつもだいたい今夕方5時半ぐらいなんですけど、このぐらいの時間までにはね撮影を終わらせるように普段気をつけてるんですよ。っていうのもね、だいたいお隣さんとかね周りの住人の方とかがね帰ってくるお時間っていうのがありますんでね、そういったところでこのぐらいのお時間には普段撮影は終わらせるようにして、この声が響かないようにしてるんですけれども、あかんな、やっぱり2本撮りは厳しいな、ノーカットとはいえ。結構ねやっぱり夏ってこうみんな夏休みとかね YouTube 見る時期なんで、夏ってなんか YouTube やってる人ってみんな頑張ろうって思う時期なんですよ。そういうもんなんです。はい、自分もね例に漏れず夏だからねちょっと頑張ろう。この間ねちょっと夏休み帰省したんですけれども、その時にね地元ね海のあるところなので海でアウトドア的な動画撮りたいなと思ったんだけど、それもね全く叶わずということで苦い思いをいたしましたので、何かしらねやってやりたいと思って今回ちょっと挑戦しちゃってますね。ということでなんだかんださばけてはおりますので、こちら皮を引いていっちゃいます。でも皮引くとほぼほぼ身がないぐらいちっちゃいですね。結構頭が大きい魚なんですね。はい、皮がねすっげえしっかりしてます。皮硬いって坊主こんにゃくさんのサイトにも書いてありました。なのでね本当はね長尺っていうか、長尺じゃないや、長く回してねカットを入れる動画だったら皮とかね吉もとか焼き霜とかで食べてみてどんな感じかっていうのも試したいんですけれども、ちょっとねノーカットでそれやる余裕はないかなって感じでございますね。なので皮はさよならでございます。はい、ということでこちら衛星まな板に
乗りましたので、衛星まな板をこちらに乗せてお皿を準備しちゃいましょう。よいしょ。いやマジでタイムアタックだな。よいしょ。爪楊枝ですね。はい、じゃあこちらの爪楊枝でこの名前なんだっけこの人、あやめなんとか、はい、あやめなんとかですね。マジで初めて知った魚なんですよね。うわー、手震えてるわ。めちゃめちゃ緊張してる俺。やば。はい。って感じで、こんな感じで立てればいいかな。尻尾は今回いいかなって感じですね。で今回ちょっとつまとかね、買ってきてないので、こちらなぜか大量に余っている笹ですね。この笹を使って持っていこうかな。どうしようかな。こんな感じでここにこうちょっと挟み込む感じでいいか。はい。であと1枚はちょっと包丁を拭いて、すげえ忙しい、喋りながら取りながら魚をさばくってとても忙しい。はい、切れてねえし。はい、こちらね、笹をこういう感じで、そうだな、こんな感じでやったら綺麗かな。はい、じゃあこういう感じでいけますので、あとはお刺身にしていきます。こちらはね、腹と背に分けちゃって、すごい身がしっかりしてる、噛み応えがありそうな身質ですね。でね、触った感じ、こう指もねぬるっとして脂っ気もかなり強そうなお魚でございます。はい、ではこちらで取れましたので、もう腹なんかこれもうほぼ一切れだよな。一応ね成形しましょうか。綺麗にしていきましょう。こういう感じで綺麗に形を整えていっちゃって、うわやば、なんか最近動画撮ってて手震えるとかないけど、ノーカットって思うだけでめちゃめちゃ手震えるわ。やば。なんかね、そのうちこうライブ配信とかやりたいなと思ってはいるんですよね。お魚さばきライブ配信とかやろうと思ってるんですけど、言ってみればこれってそのライブ配信みたいなもんですもんね。もう生放送というか、全くこう失敗したらそのまま乗っちゃうっていうところね。そう考えるとマジで生とかね、ライブ配信やってる人ってマジですごいですよね。いやしかもな、盛り付けとかもね、なんかちょっとあんまり盛り付けうまくいかないなっていう時とかだったらね、普段の動画だったらね、少し調校するというか、盛り付けどんな感じでいくかなとね、こう設計をする時間とかも取れるんですけれども、そういうのもないんでね、もうほんと出たとこ勝負オンリーでございますからね。いやなんだろう、マジノーカットとか以前よくやってましたね。偉いよ、大したもんだよ。はい、ということでね、こちらお刺身はこちらで切り上がりでございます。これはね最後でございます。はい、ではこちらであやめなんとか、やべえ、なんとかなとかマジで思い出せなくなってる。記憶がやばいですね。とりあえずあやめなんとかの今姿作りが完成いたしましたので、ではこのまま実食といきましょう。まな板を裏返しちゃって、あっち側だとねあんまりちょっと綺麗じゃないので、さらに綺麗になるようにね、一応これ敷いておきましょうか。はい、ということでこちらで、あやめなんとか、いやもう完全に飛ばせした、名前が全然出てこない、姿作りが完成でございます。ということでお醤油を用意、お醤油を用意いたします。あとあれだ、これすだちがあった。すだち一応ね飾りますか。はい、こんな感じでございますね。はい、じゃあこちらにて完成いたしましたので、早速本日もいただきます。さて名前はね後でしっかり思い出すとして、あやめなんとか初めて食べる魚です。これね鹿児島の方とかだと結構取れるらしいんですけど、でもやっぱり雑魚扱いらしいですね。あんまり値はつかないみたいです。ということでではこちら2切れですね、いただきたいと思います。いただきます。油すげえある。でやっぱりね思った通りしっかりとした身質してて噛み応えがあります。で身に甘みがすごい。
なんかね、扱いづらいから未利用魚になってるってことでしたけど、これ調理自体は大変だけどめちゃめちゃ美味しい魚ですよ。うん。あ、すだち絞っても合うね。なんて言うんだろう、身質のしっかりした金目鯛みたいな、そんな感じですね。マジでめちゃくちゃ美味しいです。というわけで、食べながらですいません。本日はエナジー注入1本いただきます。美味しいございます。ではでは、あとはのんびりと、違う、いつものやつはそれは違うね。あとはのんびりとじゃないわ。ここでね、本日の動画は終了でございます。はい。ということで、本日はね、あやめなんとかタイトルにはね、魚の名前書いてあると思うんですけども、お姿作りにしていただきました。非常に美味しい魚でした。はい。ということでね、もし市場で見かけた際は、皆様もぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。ということで、本日の激セマ水産はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。